事の始まりは忠相が南町奉行となる以前に起こったこの一件だった。随分と念入りだな。だってお願い事が多くて。天神様は学問だけじゃないのか。人生ことごとく学問のようなものです。なるほど。たまにはこうして娘と一緒に歩くのもいいものでしょ。どうせ目当ては山奥屋のうなぎだろう。さすがです。よくお分かりに。誰でもわかる。先生先生、この間はどうも。すいません。見立て料は近々必ず。いつでもよい。それより無理せんようにな。はい。ありがとうございます。またお願いします。お父上、あの子。うなぎは後回しだ。藤崎のせがれか。なぜだ。訳を申せ。訳、そいつに聞け。良いのです。あの子の気持ちもわからぬではないのだ。村井長藩と申す。危ないところをかたじけない。あの子に見覚えが。実はあの子の父親は人を殺しましてな。昨年刑に処されたのです。その時私が証人に立ったことを恨んでいるようだ。ではなおさら放っておいたあの子のためにならん。大ごとにすればあの親子は今より肩身の狭い思いをすることでしょう。それはあまりにも心苦しい。ここは見なかったことにしてくださらんか。どうかお願いいたす。貴殿がそうまで言われるなら。あの方が麹町の村井長庵先生ですか？知っているのか。巷では評判ですよ。貧しい者からはお金も取らずに見てくださる立派なお方だそうです。でもあの子もやむにやまれなかったのでしょうね。おかえりなさい。道之助、ここにあったハサミ知りませんか？そんなもの知りません。道之助、何かあったのですか？道之助。お奉行、お申し付けの調書見つかりました。村井長庵が証人に立ったという一件です。
殺されたのは島帰りの盗賊で河津の太兵衛。下手人は藤崎道十郎という浪人者です。2人とも長安の診療所へ出入りしていたそうで、死骸のそばに転がっていた傘を長安が藤崎のものだと証言し、さらに太兵衛と金の話をした時、藤崎が聞いていたようだと申し立てて、藤崎は捕獲されました。藤崎は獄中で病死したのか。捕らえられて半月後にどうも不治の病を患っていたようです。半月も否認し続けて死の間際に罪を認めたか。都合よい話だ。ですが爪印もありますし、己の死期を悟って全てを話す気になったのかもしれません。お奉行、なぜこの一件を？子供が気になる。子供？藤崎のせがれ道之助だ。何かをしでかしてからでは取り返しがつかぬ。お奉行、なんだ。その子はお奉行に出会って幸せでした。いつまでこの長屋にいるつもりなんだろうね。ここしばらくタナチンも払ってないらしいよ。それでも井戸の水は使うんだろう。優しいね。道之助、どうして遠慮するんですか？遠慮して当たり前だろ。嫌なら出てきゃいいんだよ。何すんだよったら。このこともやもやならこの子だね。謝りなさい。悪いのは向こうじゃないか。どうしてくれるんだよこれは。風邪ひいたらどうしてくれるんだよ。申し訳ありませんでした。どうだ一つ。嫌いか？田楽にすればよかったか。道之助、母を悲しませるな。たとえ父が罪を犯していても、お主も侍の子なら藤崎の名を惜しめ。父上は何もしない。あの日はずっと家にいたんだ。なのに領所の奴らが何も知らないくせに偉そうなこと言うな。ごめん。藤崎殿の住まいはこちらか。さようですが、どちら様で？ご子息に話を聞き、藤崎殿にぜひとも証拠いたしたくまかり越しました。まあ。ありがとうございます。こうして藤崎に手を合わせてくださいましたのはあなた様が初めてです。これで藤崎も少しは浮かばれましょう。差し支えなければ藤崎殿が捕獲された折の詳しい話を承りたい。今でも悪い夢を見ている気がいたします。なかなか上達した。でもまだ父上のようにはいきません。当たり前です。父上は藩のご右筆だったんですから。
どうして辞めてしまったのですか？すみません、余計なことを。いや、道之助、これだけは覚えておきなさい。世の中には良い嘘と悪い嘘がある。人を幸せな気持ちにする嘘は良いが、他人を陥れたり災いを招くのは悪い嘘だ。そういう嘘をついてはいかん。それは人でなしのすることだ。わかるか？父上は人でなしになりたくなかったのですね。奉行所の者だ。無州浪人藤崎道十郎だな。いかにも。この傘に見覚えがあろう。これをどこで？河津の太兵の死体のそばだ。貴様が下手人だな。捕らえろ。お待ちください。お待ちください。主人は病で表に出ることもま申し開きは番屋で聞く。心配いたすな。何かの間違いだ。あなた父牢送りの時、藤崎殿には会われたか？夫が天満町へ送られるのを見た者は誰一人おりません。そんなはずはない。大番屋で調べを終えた者は必ず天満町の牢屋敷に送られる決まりだ。お取り調べは済んでいなかったのでしょう。すると罪を認めたというのは？私は偽りだと思っております。奉行所は事を早々に収めるため、夫が亡くなったのを幸いに下手人に仕立てたのだと。夫は人を殺めてなどおりません。どうか信じてやってくださいませ。ではお奉行は藤崎が下手人ではないとお考えですか？この調書に書いてあることが全て本当なら、藤崎という男よほど間が抜けている。例えば証拠の傘、人を殺して逃げるのにそんな目立つものを置いてくるか？使った刃物は血のついたまま長屋脇の天水桶に隠してあった。まさか長安を疑っておいでなのですか？証人は長安一人だ。しかし麹町の村井長安といえば高潔な人物だと評判の医者ですよ。第一、理由がありません。奪われた20両は長安が太兵に貸してやったものです。金が惜しければ花から渡したりはしないでしょお呼びだそうで。頼みがあるんだ。落とし物を拾ってきてもらいたい。へえ。いい夕日ですね。与平さんですか？ええ。お密が奉行所に訴状を出せば扱いは直訴となり、お密は入牢させられる。しかし落ちていたものを与兵衛が持ち込んだなら、お密は咎められずに済む。道之助を一人にしないよう忠相が考え出した策であった。お奉行、1年前の落着について最新の訴えがあったと耳にしましたが、お取り上げになるのですか？そのつもりだ。
しかしながら一度落着したものは再び取り上げぬ定め。お奉行というお立場でそれを破るのはいかがなものかと存じますが。さよう、お上のご意向を貶めることにもなりましょう。それは違う。過ちがあれば自ら正し、常に正しき道を歩んでこそお上はお上たりうるのだ。分かったなら下がれ。その一件、それがしが吟味に当たりましたもの。そうらしいな。それがしに落ち度があったと。お主はどう思うのだ。心外にございます。では堂々としていればよい。お奉行の好きにさせておくのです。仕方あるまい、言い出したら聞かぬお人だ。いや、しかし1年も前のことなどどうせわからん。またご老中方の心証を悪くするのがオチだ。そうなると首のすげ替えということも。何、太兵がゆすりを働いていた。はっきりしたことではありません。ただ太兵の遊び仲間が申すには、殺される三月ほど前、いい金づるができたと話していたそうで、急に金回りも良くなったと。長安の名は出なかったか。いいえ、それは。太兵が島送りになったのは確か10年前だったな。はい、太兵がまだ16の時です。大輔、その時の記録を探せ。何かつかめるかもしれん。どうした。もしそれで何も出なかったら、お奉行のお立場が。余計な心配はいい。とにかく探せ。はい。ありがとうございました。おお、あなたは。あの堀はお名前も聞かずに失礼した。私も気にかけてはいたのだが。拙者も後のことが心配で、近しい八丁堀に子供のことは抜きでいろいろ尋ねてみた。藤崎を捕らえることができたのが先生のおかげと言っていた。その話はやめましょう。手柄話は嫌いか。手柄などと悔やんでいるのですよ。すべては私が太兵に金を貸したことから始まった。20両という金数、赤の他人に貸すにしては大金だ。何か特別なわけでも。私は太兵を助けてやりたかった。ほう。ご存知だろうが、太兵は島帰りでした。まともな職に就きたくてもどこも雇ってくれないと嘆いていました。見ていて気の毒になりましてな。その時藤崎はどこにいたのだ。隣の見立て所に。襖に耳でもつけていたか。思えば藤崎も災難でした。話を聞きさえしなければ妙な出来心を起こすこともなかったでしょう。災難か。それはお主と知り合ったことかもしれん。なるほど。元を正せばそういうことになります。邪魔をした。何やらこちらの話ばかりになりましたな。すいません。これ包んでくださいね。ありがとうございますと。せっかく買ってあげたのに、欲しいの？欲しくないの？その代わり約束して。これで人を傷つけたりしないって。俺は別に。そういう顔。
してたわよ。正直言うとね、ある人に頼まれてずっとあんたを見張ってたの。昨日会ったでしょ、おせっかいのおじさんに。あんたのことが心配で放っておけなかったみたい。何かしでかしそうになったらすぐ知らせてくれって。そしたらいきなりこれだもの。なんで俺のことなんか。俺が何しようとあいつには関わりないじゃないか。見て見ぬふりができない人なの。自分で何とかしなきゃ気が済まないの。どう？約束する？約束したって守るかどうかわからないだろ。あんたは約束を破るような子じゃないわ。ちょっとこれ返したいんだけど。しょうがねえな。ほら、嘘はつきたくないからな。驚きました。これほどの盗みを働いていたとは。1000両か。一味10名のうち捕獲されたのは9名、他の8名は斬首されましたが、太兵衛はただの見張り役だったのと、まだ16ということで死罪を免れたようです。残る一人が分け前の金とともに消えたか。道之助、母を悲しませるな。あんたは約束を破るような子じゃないわ。約束はしてないからな。道之助、お喜びなさい。今大家さんのところでこれを。お奉行様が裁きをやり直してくださるのです。これでようやく父上の無念を晴らすことができます。わかるものか。どうせ何も変わらないさ。自分たちが間違ってたなんて奉行所が認めるものか。今お知らせを開くのは早急に過ぎるんだよ。いや、せめて池田が戻ってからに。お奉行、南町奉行大岡越前の神様、ご出だ。一同面を上げよう。あなた様は。さて、この度の吟味は。お待ちください。何だ。再吟味にあたって何故それがしに差し紙が参ったのでしょう。不服か。不服とは申しませぬが、それがしの証言は1年前とは何ら変わりはございません。それでよい。そうでなくては困る。では吟味に入る。
必ずどこかに金があるんだ。長安の正体の動かぬ証拠なんだ。何としても探し出せ。藤崎道十郎が妻おみつ。はい。まずはその方が再吟味を願い出た訳を申せ。はい。あの日藤崎は朝から床に伏せっており、一歩も外には出てはおりません。それに下手人と断じられる元になった傘も家にはございませんでした。ではどこにあったと申すのだ。それはわかりません。以前長安先生の診療所を訪ねた折、どなたかが持ち帰られたようで、先生もそれは覚えておいでのはずです。長安、それがしは一向に。そんな。あの時先生の傘をお貸しくださったではありませんか。翌日お返しに上がりました。思い出してください。おみつさん、あんたがご亭主のお命を過ぎたい気持ちはわかる。しかし嘘はよくない。私が申し上げていることに嘘偽りはございません。1年前にも申し上げました。ですがそこにおいでのお役人様が私どもの話では当てにならぬと取り合っていただけず。佐藤、まことか。はい。ですが下手人の家族が罪を逃れんとして偽りを申すのはよくあること。それがしが間違っていたとは思いません。そうか。さて長安、今度はその方に尋ねたいことがある。調書によれば太兵衛が島送りとなったのは日本橋の米問屋相模屋から1000両の大金を奪った罪だ。無論太兵衛一人の仕業ではない。一味は10名、中に一人だけ捕獲されなかったものがある。島から帰った太兵衛はその一人を探し当て金をゆすり始めた。そやつはさぞ慌てたことだろう。それがしに何をお聞きになりたいんで。太兵衛を亡き者にするのは造作もない。だが殺した後調べが過去に及んでは藪から蛇になりかねん。これは確か藤崎殿の。藤崎の傘もそのために必要だったのではないか。まさか長安先生が。長安先生、これはお奉行様ともあろうお方は今の話は当て推量に過ぎますまい。ましてそれがしが下手人のごとき申されよ。そこまで仰せになるからには確たる証がございましょうが、それがしが盗賊であったなどと一体誰が申しました。1年前の一件にしたところでこの女の話は信じて、なぜそれがしの話は信じていただけんのでしょう。この村井長安、及ばずながら世のため人のためにと尽くしてまいった所存、かような仕打ちを受けるいわれはどこにもないと存ずる。はい、分かった。本日の吟味はここまで。水かけ論を続けても仕方がない。吟味は日を改めて行う。そんな。長安、その方には落着になるまで奉行所の仮牢にとどまってもらう。よいな。
善良なる者も捕らえてしまえば悪党扱い。奉行所とはそういうところか。そもそもはすでに落着の済んだこと、こんな理不尽なことがあるのですか。それがしを閉じ込めた挙句咎がないとなったら、お奉行様、その時はどう申し開きなされます。その方が無実と分かれば腹を切る。なぜ途中でやめてしまわれたのです。何も分からずじまいでは最近身の意味がございません。お奉行、そうか、何も出なかったか。こうなってはもはや手立てが。どうなさるおつもりです。さてどうしたものか。落ち着いている場合ではございませんぞ。お奉行、お奉行、俺が何したってんだよ。言ってんだよ。探し物は捨てただけじゃねえかよ。バカ者、麹町の竹林はお上の御用地。立ち入っただけでもお咎めを受けるんだ。なに？だったらよ、俺だけじゃなくてよ、みんな捕まえがいいじゃねえか。黙れ！大穴掘りよって来い。なんだ？バカ野郎！影も知らねえのかこの。ねえだおめえこの野郎。すっとんきょうなずらしやがって。言ってバカ野郎。あんた何したの？ああ、なんだって言うじゃねえか。麹町の御用地がどうとかと言ってたか？あんたいつからここに入ってんだよ。かれこれ3、4日になるかな。まあだったら知らねえのもあれだな、無理がねえやな。あの竹林によ、銭が埋まってるらしいんだよ。つい2、3日前よ、山本町で押し込みがあったんだが、その時に盗まれた金らしいんだよ。奉行所のやつらもよ、躍起になって探してるんだけど、まあ先に見つけたもん勝ちってわけよな。あそこを掘り返してるっていうのか？おうよ、千両はくだらねえって話だぜ。それはね、探す価値っていうのはよ、あんだろうよ。うん、そうだな。俺にも月が残ってる。おい、外へ出られるぜ。おい、何見てんだよ。あんたもやめよ。おい、開けてくれ。開けてくれってんだよ。早く死ぬよ。焼け死んじまうんじゃねえかよ。そんなじゃねえんだぞ、こんなの。表に出る前に生命を名乗れよ。わかった。おい、早
神田神保町清兵衛棚の直次です。麹町村井長庵、3日以内に必ず戻れ。行け。ありがとうございます。火事で囚人に危険が及ぶと判断された時は、問われている罪の重さにかかわらず速やかに解き放たれた。そこまでだ。長庵、自ら証拠を掘り出したな。分かっただ。エストレイ。なぜ御用地だと分かった？私ならどこに隠すかと、ただそれだけのことだ。大勢で掘り返してるなどとまんまと騙されたわ。こちらで探し当てるにはいささか広すぎた。あの火事も嘘か？火事ではない、焚き火だ。何が焚き火だ？火付けは大罪だ、死罪だぞ。貴様は火あめだ。おぬりが許せん。千両はくだらねえって話だぜ。表に出る前に生命を名乗れよ。そうか、お前らみんなつるんでたのか。ってことはこの奉行所のやつら全部火あぶれだ。引き立て。なぜ藤崎に濡れ衣を着せたのです？あの人が何をしたというんです？虫が好かなかったんだ。あの責任面が目障りだったんだ。
佐藤、あの爪印はまこと藤崎が押したものか？答えよ。申し訳ございません。下手人は藤崎と思い込んでおりました。すぐに下がって沙汰を待て。相応の覚悟をしておくがよい。おみつ、道之助、藤崎殿は潔白だ。その方らにはせずともよい苦労をさせた。すまん。この通りだ。私は父上は愚かだと思ってました。正直に生きたってバカを見るだけだ。皆自分が得するために嘘をつくんだって。道之助、でも父上は正しかった。世の中には人を幸せにする嘘もある。そういう嘘を命がけでつく人もいる。許してくれるか？お奉行様の大嘘つき。それから間もなく奉行所は藤崎道十郎が無実であった旨の考察を掲げた。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光の中へ、大きな愛に出会うために奇跡のこの星に生まれたあなた、結んだ手のひらに明日をつかみ、ありったけの力で泣くのはなぜ、風吹く大地の土を踏んでお父上、夢の中走ってお行き、どちらへおいでです？どこへとは言えん。お役目だ。嘘ばっかり。嘘ではない。お土産は桜餅で。それで騙されてあげます。どうぞごゆっくり。桜餅か。